った17両だけど、この17両にはたくさんの情報が詰まっているのだ。ということで、ついに発表されたバトルビット最新アップデート、オペレーションオーバーホールの内容を500時間プレイした僕が徹底的に解説していくのだ。冒頭の数秒からすでに結構な情報量があるのだ。まずはリコイル、つまり銃の反動がかなり大きくなっているのだ。これは現バージョンの M4A1 のリコイルで、これが新バージョンのリコイル、だいぶ違うのだ。ティザー動画では銃のブレがすごく大きくなっていて、ちょっと狙いにくそうなのだ。現行バージョンのリコイルは小さいから、100メートル先の相手も AR で瞬殺できるんだけど、新バージョンでは命中率が下がって、遠距離からの瞬殺が減るはずなのだ。このゲームは車線が通りやすくて、変なところから撃たれていきなり死ぬことも多かったから、これはとてもいい変更だと思うのだ。あとはダメージを受けた際の警告が変わっていて、今までは出血を止めるだったのが自身を回復するに変わっているのだ。このゲームは大きなダメージを受けた後出血が発生して、一定時間以内に包帯を使って止血しないと死んでしまう仕様だったんだけど、この仕様そのものがなくなったと見られるのだ。正直やってもなくてもいいシステムだと思っていたから、これもいい変更だと思うのだ。ちなみに人間の声が聞こえるけど、これは動画の演出なのか、それとも本当にゲーム内でボイスを出せるのかは不明なのだ。次に UI の変更。全体的に綺麗になったのはもちろんなんだけど、スコアバーが常に表示されるようになって、今勝っているのか負けているのかを丁寧に表示してくれるようになったのだ。初心者にとって最初はここら辺は混乱しやすいところだから、わかりやすくなっていい変更だと思うのだ。それとプレイヤー名にブルーム効果がついて、ちょっと BF4 みたいな雰囲気がするのもいい変更だと思うのだ。後武器のアタッチメントがアイコンにも反映されるようになっていて、この場面ではバレルとマガジンとグリップを改造していることがわかるのだ。これも人のロードアウトをパクるのに使えるいい変更だと思うのだ。あとは細かいんだけど、弾が通った部分の白い軌跡が追加されているのだ。今まではスナイパーライフルの弾しか弾道が表示されてなかったんだけど、この敵は連射してるから、おそらくどの武器でも弾道が表示されるようになったのだ。これによってどこから攻撃を受けているのかわかりやすくなって、いい変更だと思うのだ。次の場面ではスナイパーライフルで、ヘッドショットキルを決めているんだけど、相手のヘルメットに注目してもらいたいのだ。このタチャンカみたいなヘルメットは、エクソヘルメットといって、これを装備すると、スナイパーライフルのヘッドショットでも、1回は耐えられるはずなのだ。でも、このティザー動画では一発で死んでいるから、ダメージ計算に何か変更があった可能性があるのだ。今まではこのヘルメットを装備できるのは援護兵だけで、援護兵はスナイパーライフルのカウンターと思われていたけど、今思えばスナイパー側からすると、せっかくヘッドショット当てたのに相手が死ななくてムカつくし、援護兵側からすると射程で負けてるから手が出せなくて、カウンターとして機能していたかどうか疑問なのだ。要するに、誰も得してなかった仕組みだから、これがなくなるのはいい変更だと思うのだ。続いてヘリの中の視点を見ていくのだ。右側の UI が大きく変わっていて、乗り物の HP ゲージと座席の位置が表示されるようになったのだ。実は今までこれらの要素は表示されていなくて、例えばこの動画からわかるように、5番目の席が右側にあるのかがわからなくて困っていたし、HP は修理中以外は見えないから、ヘリから出る煙や火を見て判断していたのだ。これもいい変更だと思うのだ。次に敵に攻撃を当てているこのシーン。冒頭でも言った通りリコイルがすごく大きくなっていて、結構外しているんだけど、よく見ると敵の上に HP ゲージが表示されているのだ。今まではこんなものなかったから、撃ちまけた際にどれくらいダメージを与えられたのか、どれくらい惜しい戦いだったのかがわからず、イライラの原因になっていたのだ。というわけで HP ゲージの追加は大きく QOL を改善できるいい変更だと思うのだ。そしてドアの追加、ドアを開けて車線を増やしたり、逆に閉めておいて敵がドアを開ける音を聞いて裏取りを警戒するなど、いろんな使い方が考えられるのだ。最初はドアなんか追加しても意味ないと言われていたけど、シンプルながら奥深いシステムになりそうで、これもいい変更だと思うのだ。次のシーンでは建築物の見た目が変わっているのがわかるけど、機能的な違いがあるかは不明なのだ。最後のシーンは新マップ、高低差や破壊表現を存分に活かした戦いになりそうなのだ。バトルビットは大体マップごとにテーマや特徴があって、地下トンネルで迷子になるとか、見える建物全部から車線通るとか、橋でしっちゃかめっちゃかするとか、いろんなクソマップがあるのだ。新マップにも期待なのだ。というわけで17秒の動画を4分に引き伸ばしてしまったのだ。ここまで見てくれたならぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくなのだ。投稿者の励みになるのだ。あとこの動画で見逃してる部分があったら、コメントで教えてもらえると嬉しいのだ。リリースまでは待ちきれないのだ。じゃあの。